ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのグルールランプを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、12月8日の海外 RCQ において、4勝2敗で11位に入っていたリストですね。7つの死の主婦が入ったリストが競技で活躍したのがおそらく初めてなので、今回はこちらをピックアップしてみました。グルールランプが強化された一番のポイントはラノワールのエルフで、1ターン目にマナクリーチャーを出すことができるので、2ターン目にホーントウッドのオワルジやドルイドの魔除けという動きができ、より強く動くことができるようになりました。マナ加速の速度自体は通信角の別件と同じなのですが、オーラズの場合は後々クリーチャーに、魔除けの場合は超ホランドを持ってくることができ、2ターン目の動きとしてはやはり3マナの動きがかなり強いですね。また魔除けはインスタントタイミングで生物をサーチすることもできるので、1枚雑誌のカラミティを持ってきて一気に試合を決めるという動きもできるようになっています。また新カードとしては7つの死の主婦も3枚採用されていて、ある程度ダメージを入れていると除去が不可能になったり、単純にライフゲインがエグかったりと、使ってみて使用感は割と良かったです。ただしライフを削れていない状況だと、ホーモスコ生まれの暴君の方がいい場面も多く、枚数調整は必要なところかなと思います。サイドボードでは足当ての陣形が4枚採用されているのも特徴的で、デーモンデッキ相手で最強の対策カードということで、思い切って4枚フル投入なのが面白いですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。どれもいい試合なのですが、1試合目の対白黒ミッドは3ゲーム通して熱い試合だったので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、ということでやっていきます。こちら後手。割といいハンドですね。小ホランドどう置いていくかですが、はい、2枚目のアンタップトチが引けたので、ここはラノアールのエルフから入っていきましょう。1ターン目エルフから入ることによって、2ターン目、大ワルジまでいけますが、さあ、ただ相手、アラウマですね。ただ、このターンに相手を除去ることはできないので、大ワルジから行くのが一番丸そうかなという感じですね。相手白黒ミッドレンジということで、魔除けは、エンチャント追放モードで使う可能性も全然あるかなと。さあ、アラウマでまずはワンドロー。沼。さあ、できればダメージ食らってほしかったですが、別室入ってるけど、アラウマで殴ってくると。なるほど。さあ、ここ塔の天下を引いてくる。このターン使えるのは4マナだけということで、土地4、5、6。トップでいいですね。で、どっちも残すことができない、スペルということで、魔除けで別室を追放して、で、塔の天下でアラウマも除去っていきましょう。一応相手のターンに除去っていきますか。白黒ミッドレンジというか、白黒デーモンですね。さあ、ということで、乗ってくるので、しっかりと除去っていきましょう。次のターン結構悩ましいですね。一応ドロスの魔人を、大ワルジ、超高コストで唱えて塔の天下で落とすこともできるんですが、ただできれば最大値を狙っていきたい感じはありますね。このターン、ボイラービルジ、素出しもあるんですが、できれば生き残ったままアタックもしたいということで、密輸人を使ってもいいかなという感じはありますね。さあ、まずは6点アタック。残り12点まで。ドロス2体目。なるほど。さあ、ということで、ここは、クリーチャー1体だけではありますが、密輸人を使っていきましょう。相手切り崩しは持っていなさそうな感じですね。さあ、ここも土地を引いてくる。とりあえずドロス1体は落としていきますが、さあ、4点から。いや、切り崩し持ってるっぽいですね。さあ、ということで、塔の天下打っていくんですが、なるほど。エリザベスの強打か。ただこれ追放なので、ライフルーズはないですね。さあ、残り9点まで。土地ももう出していきましょう。さあ、これどうでしょう。結構、イーブンな感じはありますね。相手が除去を持っているかどうか。さあ、6点通って残り6点まで。除去は持っていそう。フォントウッドを除去。これもう1枚持たれてたら、はい、これはさすがに厳しいですね。勝ち筋あるかな。土地ということで、ここは投了していきましょ
ドロスの魔人連打からの除去連打はかなりきつかったですね。さあ、ということで相手デーモンデッキということで、足当ての陣形は全部入れていきましょう。で、火種も、入れていっていい感じですね。おそらく、ゲームスピード遅くなると思われるので、別件は抜いていきますか。火種1枚入れ忘れてますね。どっちとも入れていきましょう。で、粉砕コースはね、ちょっと悠長なので、抜いていきたいかなと。で、あとは主婦1枚かな。さあ、一歩目分けて2試合目。赤マナがない。そしてランパンスペルもない。ちょっとマリガン寄りのハンドですね。マリガンしていきましょう。はい。こっちの方がまだいいかな。カラミティをボトムに送って重宝していくと。4枚目の土地欲しいので、トップに置いていきましょう。さあ、クリーチャー班です。なんかやたら最近これ入れてる人多いですね。さあ、ここはしっかりと当たってしまうと。さあ、こうなると、ドルイドの魔除けから入っていくしかないんですが、ここタップインと。魔除けからおそらく、クリーチャーを持ってくる形になってくるかなと。さあ、ここ、四天使。なるほど。ちょっと前までいた、アラウマ四天使型の白黒っぽいですね、これは。で、おそらくそれにデーモンパッケージが入った形かなと。ボイラービルジ持ってくるのが一番良さそうな気はしますね。ボイラービルズ持ってきて、で、次のターン四天使除去って、で、後々、クリーチャーになっていくと。さあ、ボイラービルズ出して、しっかりと四天使は除去っていくと。おそらくこの足当ての陣形がね、相手のクリーチャー、アラウマ以外、ほぼ刺さっていくので。これに使う。なるほど。長考してる大主に対してロラン使ってくるのは、全然、どっちかというとありがたい感じではありますね。で、あの場面でロランを出してくるっていうことは、おそらく相手で、強いクリーチャーを手札に持っていないという形かなと。ただエレンダ持っている。これはトップですかね。そして、ボイラビルズでさらに引いてくる。これですよね。ロランを使ってきてくれたおかげで、このスラシのボイラービルズが生き残る可能性がね、かなり高くなっているので、そして、ジュゴンインスタントもしっかりと貫通していくと。ドロー。足当ての陣形は何枚やってもいいですね。脅迫。はい。陣形1枚抜かれてしまいますが、足当ての陣形は、相手のデッキに対してはかなり刺さっていくため、さあ、ミシュラランド。4マナ起動で33のやつですね。のど首も持っている。さあ、しっかりと除去されて、ラノエルも除去。靴ある前提を残してるのも結構興味深いですね。そして、ドルイド。これは、ちょっと悩ましいですが、相手の動きを見て変えていく形でいいかなと。ランパンするかクリーチャーを持ってくるかですね。次のトップが、土地って確定してたら、ボイラービルズを持ってくるのが一番いいんですが。さあ、ドロスのマージン。これは一旦陣形を打ってもらうために出してきた形ですね。いろいろ考えて、次土地確定ではないので、ホントウッドが一番丸そうな形ではありますね。ボイラービルジから行くのはちょっと、運要素がかなり高くなってしまうため、ここは冷静にホントウッドを持ってきてからの足当てで、ドロスを倒していくと。これでホントウッドを出すことによって、7つの死の主婦まで、しっかりとね、繋がっていく可能性がね、高くなっているので、割と盤面的にはこちらが有利な感じではあるかなと。さあ、7マナ目引きましたね。さあ、もう一回ドロスのマジン。これもしっかりと対処することはできると。弱。さ
さあ、ライフがね、ちょっと、きつくなってはいますが、ただここは先にドロスを除去っておかないと、まあ、相手が除去を持っていた場合、7つの死の主婦出して負ける可能性がね、あるんで、ここは一旦先に除去るしかないですね。さあ、もう一回ドローをさせてくれる。うん。さあ、3-3になってきて、まあ、ロランは、とりあえず倒しておきますか。3点通って残り6点までをさらに引かせてくれる。なるほど。ただ土地。うん。こんだけ引かせてくるっていうことは相手もなんか強い反動を持ってない可能性結構ありますね。さあ、王子も入っている。なるほど。まあ、ただこの終盤の王子は、スクライ2が結構強いですよね。まあ、あとあれか、四天使のブリンクも入っているという形ですね。さあ、2枚ともボトムに送っていく。ということで、まあ、7つの死の主婦を出していきましょう。まあ、相手が確定除去を持っていた場合はそのまま除けられてはしまいますが、ただ除去を持たれてなかった場合は一気に逆転していきますね。GG。さあ、1勝1敗で3試合目。はい、これは悪くないですね。まあ、ランパンスペルがあって、豆抜きもあるんですが、さあ、一旦目脅迫から。まあ、これは即豆抜きですね。はい。さあ、ということで、情報ランドから入っていきましょう。うん。まあ、もらっていいランドかなと。現状、まあ、3ターン目まで動けないハンドなので、情報ランドをしっかりと置いていけるのは、まあ、いい流れですね。そして、ボイラービレッジを引いていくと。うん。まあ、序盤の流れとしては、悪くはないかなと。豆の木をね、できれば置きたかった感じはありますが、さあ、ただ相手もこれは遅い動き。まあ、この動き方からすると、除去何枚も抱えてて、で、クリーチャーはおそらくドロスとかからっていう感じですね。ということで、まあ、クリーチャー持っていきますかね。ホントウッドが一番丸そうかな。別にこのターンにその土地をね、伸ばす必要がないんで。さあ、ということで、まあ、ここは一旦長考で唱えていきましょう。で、ここで止まってきてるんで相手、まあ、エンチャント除去ですね。まあ、邪悪を打ち砕くを持っている形かなと。お、またしてもここにロランを使ってくれる。これ、なんか、ありがたいですよね。うん。さあ、ということで、一旦ボイラービレッジ出していきましょう。相手ここでも止まってきてるんで、まあ、邪悪を打ち砕くプラス、喉首狙いとか持ってそうなハンドですね。まあ、こんな感じで、結構ね、相手のハンド、普通に読めるんで、まあ、読める状況であれば、どんどんとね、読んでいくのがいいかなと。さあ、そしてドロス出してきますが、まあ、ドロスは即除去っていくと。うん。まあ、ただ相手が、もう1枚ね、確定除去を持っているっぽいので、そこをどう、くぐっていくかですね。さあ、ここも靴ある選定。靴ある選定、基本的にラノエルチにしか刺さらないんですが、うん、まあ入れたままと。で、相手の最後の1枚がおそらく、確定除去なんで、はい。まあ、ここにのど首ですね。うん。さあ、これで相手ハンド0枚。こうなると、まあ、密輸人を持っているこちらが、まあ、割と有利な、状況かなと。うん。まあ、これは密輸人で1回、クリーチャーを探していくという形になりますが、さあ、相手これ、おそらく一番強い突破をしましたね。さあ、ケイヤで2ドロー。こうなると、まあ、密輸人でクリーチャーを探して、で、相手のエンドステップにもう1回密輸人で、クリーチャー2体出して、という形になりますね。まあ、それであれば、おそらくケイヤも落とせそうかなと。はい。まあ、ちょっと弱いですが、シェフと、まあ、平背をもらっていきましょう。このケイヤはね、本当しっかりと落とさないと危ないということで、もう2ドローはこれもしょうがないですね。追加で4枚ドローされてはしまいますが、さあ、土地を先に置いて、2ドロー。うん。まあ、ミシェラランドとかもありますが、ボイラビレッジいいですね。ボイラビレッジいいんですが、脅迫。これは先に打つしかないか。
まあ、ただ、ケイヤンの能力をもう使ってる状況なので、さあ、まあ、相手が除去を引いてなかったらという感じですね。シェフと火ダゼを出していきましょう。まあ、火ダゼはただの33ですが。さあ、ここで脅迫ですが、まあ余計ですよね。うん。まあ、クリーチャーもサーチできるということで。さあ、ただ相手これ、除去を持っているかどうか。レディアナ、うん。レディアナ単体だと、まあ、シェフを落とすことはできないですね。さあ、あと1枚が何か。除去じゃなければ、再現室。はい。これは、いいですね。まあ、足当ての陣形があるということで、盤面だけ見るとね、相手の方が有利そうに見えるんですが、まあ、しっかりと全部、対処することができると。まずはケイヤをしっかりと落として、で、まあ、ワンドローは別にされてもいいかな。ボイラーミルズ先に素出ししておきたいかなと。うん。まあ、ワンディスカードを取るか、発展ライフルーズを取るかのどっちかですね。まあ、ボイラーミルズ先に出しておくことによって、リリアナをね、このターンに対処することができると。相手もワンドローだけなのが確定していますが、ここはドローに変えていくと。そしてザークを打ち砕く。残り9点まで殴る。まあまあ、どっちにしろ除去られますからね。で、残り11。これで9点入って、で、デーモンはしっかりと除去っていく。まあ、エンチャントも割っていきましょう。まあ、割らない選択もね、あるっちゃありますけど、デーモンを除去ることによって、っていう感じもあるんですが、さあ、ここで投与と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。まあ、キープしていきますか。除去ハンドなんで、まあ、乱反することができないんですが、まあ、重宝ランドもあるということで、一旦はね、何かを探しに行くことはできますね。はい。まあ、ボイラビルズもらっていきましょう。相手は沼から、はい。これはラクドスですかね。まあ、ラクドスサクリファイスね、最近ちょいちょい増えてる感じはありますが、まあ、不穏な笑いが出てきたら、お、青黒、なるほど。青黒オーラっていう感じですかね。さあ、ここはスタックで焼いていきましょう。まあ、張り替えで3人がそのまま出てくるっていうやつですね、これ。もう一回、なるほど。さあ、これはもう、1マナ11になってもらいましょう。さあ、まあ、相手この形で青黒は結構珍しいですね。そして7つの推しのシェフを引いてくる。まあ、密輸人まで繋がれば結構強いハンドではあるんですが、まあ、ただ現状、乱反する手段がないハンドと。さあ、ここは1点だけの重宝ランド。まあ、先にこれ重宝していきましょう。というかこれあれか。相手噴水口があるんで、噴水口でトークンをね、サクることができるっていう形ですね。これで3人にしながらワンドローができるっていうことか。まあ、噴水口が出てきたのって結構この敵にとって強化ポイントですね。さあ、11を3、2にしながらワンドローをしていくと。まあちょっとね、このターン、ボイラービレッジ出さなかった理由は、まあカウンターが全然ね、あるターンだったからっていう感じですね。まあ3点は、全然受けていきましょう。相手が動いてきてくれるとありがたいですが、さあ、ここ重宝ランドから、まあここもなんか構えてきそうな感じではありますよね。さあ、トップに置いていく。お、このホーントウッドは偉い。さあ、ここ、まあ一応カウンターケアして、長考でいきますか。このターン別にね、無理する必要ないんで、6マナまでは確定で伸ばしておきたいですね。6マナまで伸ばせば、密輸人で、まあインスタントタイミングで、ね、出せるんで、追跡者。はい。まあ、青黒エンチャントですね、これは。さあ、ただここでコウモリ。これで、いや、どっちかな。ボイラーミルズを抜くか、密輸人を抜くかという感じなんですけど、密輸人を抜いていく。なるほど。カウンター、ただここはカウンターは構えていかないと。なるほど。
さあ、追跡者でドローが発生。そしてライフももう残り10点と。とりあえずボイラービレッジ出していきましょう。まあ、追跡者かコウモリの2択なんですけど、まあ最大値を目指していきましょう。相手おそらく除去はねそんなに入っていなさそうな感じはありますが、まあ一旦ブロックですが、そっちか。まあ追跡者がある場合はまあ確かに右はなしですね。まあこれは3-2か2-1をブロックするべきか。さて、ただ7つの市の主婦が生き残ればね、まあ全然逆転できるんで、さあ土地は墓地に落としていきましょう。まああとはこれ主婦頼みですね。まあシェフはなんかアーティファクトっぽいけど全然アーティファクトではないため、のどくべがね普通に当たるんですよね。さあ船野に出てくるからの逃げ場なし。これはもうドローのために使っていくという形ですね。でこのターンもカウンターが、相手構えられないということで、ここで打っていきましょう。さあ主婦を出していく。相手はこれを除去るカードを持ってるかどうか、もうそれが全てですね。で即打ってこないっていうことは相手除去持ってないということなので、全然いけそういやシェフはね、ほんと生き残ったらもうライフレース一気に変わるんで。さあ2-1だけ殴ってくる。まあワンパンでも通れば、まあこっちはゆっくりと、やっていくことができますね。まあホーントウッドもね、次のターンクリーチャーになっていくんで、はい。まあドローのために使ってきた形ですね。青黒エンチャントだとね、どうしてもエンチャントを入れたいっていう形になるんで、まあさすがにのど首は入っているとは思いますが、さあさらにドローを進めて、まあ確定除去を探しに行っているという形ですね。さあ、さあこれで一旦シェフが生き残るのは確定。とりあえず殴っていきましょう。これで7点ドレインですね。さあ一気にライフレースが逆転していくという形ですね。いや魔除け打つか。魔除けで、まあ、ちょっと1点損しましたけど、追跡者は除去っておきたいので、まあプライチカウンタープラス格闘モードで除去っていきましょう。さあライフもう18点まで回復していくと。でまあさっきのターンまでは、確定除去はないのが、判明しているので、このターンにシェフが除去れなかったらさすがにもうはい逆転ですね。GG。相手は青黒エンチャントなんで、まあちっちゃいねクリーチャーが多いということで、まあ兄弟仲の終焉は入れていってもいいかなと。でエンチャント除去に関しては正直そんなにいらないかなという感じはあるんで、まあ陣形までいらないかな。ひだぜだけ入れていきますか。でまあカラミティ、まあ入れててもいいんですけど、まあ抜く枠としては抜いていきたいところかなと。まあ粉砕コースターが基本的には抜く筆頭なんですが、いやまあどうしてもね悠長なのと、まあ有利な時に強いカードなんで、まあ自分個人的には粉砕コースター抜きますかね。まあこんな感じでいきましょう。さあ1本目勝って2試合目。はい、まあこれは悪くないですね。ラノエルから入って、まあ2ターン目魔除けと。相手止まってるので、まあ船乗り確定ですね。まあ、あとはラノエルからの魔除けが、しっかりと通っていくかどうか。まあ船乗りは持っていると。さあ相手どうなんだろう。まあ船乗り入ってるっていうことは、まあフラッシュと、なるほど、承認保護を貼ってくる。相手これあれか、多分もう完全にエンチャントに寄せてるんで、確定除去もこういう除去しかないっぽいですね。多分のど首は入ってなさそう。さあラノエルがただの11バニラになっていくと。まあただ全然その
座標をそこに使ってくれるのは全然いいかな。で、まあこのターンはラノエル出して、ボイラービルジまでつなげていくために、まあ魔除けもインスタントタイミングで使っていくという形になりそうですね。で、今11殴ったのは、相手が、23、はい、こいつを出してくれたら、まあボイラービルジで焼きたかったという形ですね。さて、まあここ悩みますが、まあ魔除けはちょっと構えておきたいかな。相手の動き見てから動きたいですね。さあ、これ船乗りにつけて、まあ実質1マナ3に。で、まあ追跡者もいるため、ワンドローに変わっていくと。とりあえずね、追跡者を倒さないと、かなりめんどくさいですね。次のターン、ボイラービレッジに出していくんですが、コウモリ。これは、まあスタックで、魔除け使って、まあ除去っていきますか。うん。まあ、で、次のターン、ボイラービレッジ確定なので、まあ生体の追跡者も、しっかりと除去っていくことができると。最低抜けないんですが、はい。さあ、ということで、ボイラービレッジ出していきましょう。追跡者を、まあ、ようやく除けることができると。まあ、ただこちらもね、残りハンドが土地だけということで、ここからは、まあ、こっちはトップ勝負になっていくと。そして、まあ、エンチャント除去ですね。まあ、ブロックしてもいいんですけど、こっちエンチャント除去が、まあ、何枚かね、入ってるんで、一応、まあ、ボイラービレッジ残しておいてもいいかなと。まあ、うまくいけばね、かなりしゃくれるんで、さあ、ここは相打ち取っていきましょう。残り10点まで。強大なか。一旦ラノエル殴ってみますか。なんか、追跡者とか出してくれたら、全部除けれるんで、お、これはまあラッキーですね。さあ、23出してきてくれたので、すべて除けることができると。まあ、相手もおそらく、なんかハンド弱そうなんで、ただ、まあ、ハンド差はある状況ですね。相手、まあ、噴水口もありますし、密輸人、まあ、悪くはない。密輸人で、まあ、クリーチャーをね、探すことができるんで、まあ、こういう状況で引いても、全然弱くはないカードですね。さあ、相手黒幕を持っている。黒幕は強いですが、さあ、好奇心。うん。相手なんか、青黒ミッドと青黒フラッシュと青黒エンチャントの、まあ、合いの子みたいな感じのデッキですね。さあ、クリーチャー探していきましょう。ここで、とりあえず何か1枚。おー、いいね。暴君とボイラービルジ。全然悪くない。まあ、一旦先にボイラービルジ出していきましょう。さあ、まあ、飛行クリーチャーをしっかりと落としていくと。まあ、確定除去持っていなければいいですが、どうでしょう。コウモリ。うん。コウモリ単体だといいですが、あとは除去を持ってるかどうかですね。持たれてなければ、ボイラービレッジが殴れるんで、底なしプール。バウンス。はい。さて、こうなると、まあ、もう一回出すことはできるんですけど、ボイラービレッジ、ボイラービレッジ。これ、好奇心を先に除けらないと死ぬ可能性があるんで、まあ、仕方なしの、英語の好奇心除去ですね。まあ、さすがにここはリスク取れないかなと。さあ、まあ、大体勝てるような状況ではありますが、どうでしょう。さあ、残り8点まで追加ドローも発生していく。というか、さっき勝ってるね。いやー、これ最終盤面、いや、最後の最後のミスなんでね。いや、動画で使わせてほしい。さあ、もう一回バウンス。はい。結構ね、配信者あるあるだけど、いい試合してて、なんか使えそうな試合取れてたけど、最後の最後にね、なんかめっちゃ大きなミスしてるってのが、あんまりね、使いづらいんですけど、
まあまあまあ、勝ったので許してください。まあこんな感じで、直接火力にもね、なるのが、ボイラービルズの強みですね。じいじ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。